いやー、部屋が片付かないなー。動画も全然更新してないし、そろそろ何か新しいの撮らなきゃ。ガンプラに行くか。よし、やるぞ。はいどうも、かがやんです。今回紹介する商品はこちらの青バンダイの HG ユニバーサルセンチュリーのゴッグになります。説明書がこんな感じ。これですね、ガンダムの説明書だけでご飯一杯が食べられます。裏がこんな感じです。そしてこちらがカラーガイドになります。こちらがシールになります。はい、ここからランナーの紹介になります。通常の PS に ABS ポリエチレンになります。そして今回塗装で使用するのは水性ホビーカラーの艶消しレッドブラウンドイツ戦車用になります。成型色より少し濃い茶色になります。そしてこちらが足や腕なんかを塗装するのが水性ホビーカラーのサンディイエローダークイエロードイツ陸軍戦車色になります。こちらもほとんど成型色と変わらないので間違い探しのような感じです。そして完成した機体がこちら。めちゃくちゃかっこよかったです。最近ではなかなかこのゴッグもなかなか入手しづらかったんですけど、最近再販されたのでちょっと僕も買っていました。今までガンダム系ばかり作ってたんですけど、こういう量産機ってあんまり作ったことがなくて、いやーなかなか改めて作ってみるもんだなと思いました。結構ゆるキャラみたいな立ち位置があるゴッグなんですけれども、確かに見た目は可愛いんですけど、このネイルがあるおかげでちょっと毒々しさというか不気味さも出てて、なかなか侮れない機体だなと思います。初登場時が機動戦士ガンダムの第26話らしいんですけど、僕も見てるはずなんですけど、ちょっとあんまり記憶ないんですけど、初の水陸両用モビルスーツとして登場してるみたいです。頭のフリージーヤード部分は僕は黒く塗装してあるんですけど、本来は塗装されていません。フリージーヤードは海水を取り込んだゲル状の保護膜となって機体を包み込む防護装備となっています。次にアイアンネイルですが、この金額で一本一本がボールジョイントになっていて稼働することができます。めちゃくちゃ感動しました。少し後悔しているのは、もっと爪を尖らしてシャープにすればよかったなと思っています。次にメガ粒子砲ですが、これ撮影してて思ったんですけど、中心部分を白く塗装するのを忘れてしまったので、後で塗装しようかなと思います。こちらの推進装置は特にこれといって何もなく、そのままやっつけで作ってます。ちなみにウィキペディアを見てたら、機体名称本来はゴッグではなくゴッグって書いてあったんですよね。僕ずっとゴッグだと思ってたんですけど、プラモデル買った時にゴッグって書いてあったから、自分が今までゴッグが間違ってたのかなと思ったんですけど、どっちが正解なんですかね。やっぱりゴッグでいいんですかね。ここの足の真ん中は合わせ目が出ます。僕は合わせ目を消してあります。そして腰の部分も合わせ目が出ますが、僕は消しています。同じように消しています。あと主な変更点が、足の関節部分がこのバックパックの成型色と同じネズミ色なんですけれども、僕は黒く塗装してあります。そして足の部分もこちらも黒く塗装してあります。そして足裏の部分はある程度肉抜きはされているんですが、しっかりちゃんとデザインなんかも入っていて、この辺は2000年ぐらいの発売のプラモデルとしてもなかなか優秀だなと思います。さすがです。そしてこの腕の部分なんですが、手首もちゃんとしっかり動いて、一つ一つパーツをつなぎ合わせて蛇腹のような感じの腕なんですが、動かしてて楽しいっていうのはまさにこのことだと思います。
ネイル部分はボールジョイント部分も含めて塗装しちゃったので、塗膜がついてるので今はちょっとまだキツキツな感じなので、実際はもうちょっとゆるゆるかもしれません。足の部分はあまり広げることができなくて、これが限界ですね。すぐに当たってしまいます。で、ポーズを取らせるとこんな感じです。で、回転台が故障してて、これ今手動で動かしてる状態なんですよ。動きがぎこちなくて面白いです。他のポーズを取らせるとこんな感じ。太もも部分を前方に出すのもこれぐらいが限界です。そしてまた回転台を手動で回してぎこちなく回ります。そして次に説明書にも載っている水中の巡航形態を作っていきたいと思います。肩アーマーを外して手首を外します。こんな感じでばらしてくっつけて、肩のパーツをつけて完成です。反対も同じようにやっていきます。肩を外します。腕を外して手首を外します。そして手首と肩のパーツをくっつけます。はい、完成しました。この状態で水中を移動するようです。愛らしいデザインがさらに可愛くなりました。作ってて思ったんですが、年式が古いのか型がもうダメなのか、ところどころにバリが残ってるんですよ。頭部とこの胸部、腹部の部分にも多分これバリだと思うんですけど、僕そのままちょっと作っちゃったんですけど、後で削ろうかなと思ってます。はい、そしてこちらが同じ HG 同士で並べるとこんな感じになります。ゴックってでかいんだな。横はこんな感じです。胸板が厚くて装甲の厚さを感じさせます。そのおかげでさすがゴックだ、なんともないぜなんてセリフが生まれたんでしょうか。こちらがマスターグレードのガンダムのバージョン 1.5 のハイパーハンマーを使って遊んでシチュエーションを作っていました。ゴックは装甲の強固さを高く評価している点もあるんですが、それ以外でもパワーでもガンダムに引けを取っておらず、パワーアップしたハイパーハンマーをも素手で受け止めチェーンを引きちぎっているという活躍も見せています。昔のフィギュアでゴック vs ガンダムっていうのでこんな感じのフィギュアがあったので、再現をするとこんな感じになります。ウィキで調べてみると、その後はやられ役となり、ゴックの重装甲でも防げないビーム兵器で撃破される描写が続いたりと、割と後半の方は散々な目に遭っているようです。かっこいいんですけどね。せっかくなので説明書に載っているハイパーハンマーを受け止めているゴックも再現してみました。これ実はチェーンが垂れてるとかっこ悪いんで、僕が上から引っ張ってます。はい、以上で HG のユニバーサルセンチュリー 008MSN03 ゴックの紹介を終わりにしたいと思います。僕の動画が良ければ評価、コメント、チャンネル登録などをお願いします。それではさようなら。